どうも、日本語で喋りましょうの岡堂です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は日本のバラエティ番組について話したいと思います。で、日本のバラエティ番組というのはいろんな番組がありますけど、基本的にはエンターテイメント要素を含む番組のことをバラエティ番組と言います。で、まずはバラエティ番組の特徴について簡単に説明します。まず一つ目の特徴はいろんな種類の番組があることです。例えばゲーム番組とかクイズ番組とかトーク番組とか料理番組とか旅番組とかいろんなジャンルの番組があるんです。で、自分の好きなジャンルを選んでそれを見ながら日本語を勉強するのはすごいいい方法だと思います。で、僕が個人的に好きなバラエティ番組は検証番組です。検証番組というのは特定のテーマとか噂が本当かどうか調べる番組です。例えばある食べ物が健康にいいのかどうか実験したりとか面白い事実を紹介したりとかします。で、他の特徴、2つ目の特徴はバラエティ番組はコメディ要素を含むのが一般的です。なのでどのバラエティ番組を見ても大抵お笑い芸人の人がその番組に出ていることが多いです。で、バラエティ番組を見ることによって、日本のお笑いとかユーモアについても学べると思います。僕がね、個人的に好きなお笑い芸人もちょっと紹介したいんですけど、たくさんいるんですけど、4組ちょっと僕は厳選してみたんですけど、個人的に僕の好きなお笑い芸人は、オードリーとさらば青春の光と東京ホテイソンと東京03です。4組今紹介したんですけど、もちろんね、他にも面白いお笑い芸人の人たくさんいるんですけど、特に僕はこの4組のお笑い芸人が好きで、それぞれね、いろんなお笑い芸人、最近は YouTube のチャンネルを持ってたりもするので、もし皆さんもね、好きなお笑い芸人の人が見つかったら、その人の YouTube を見て日本語を勉強することもできると思います。から3つ目の特徴、バラエティ番組の3つ目の特徴は、有名人がたくさん出ていることですね。なので、大抵バラエティ番組見ると、お笑い芸人だけじゃなくて、例えば人気のタレントの人とか、俳優の人とか、歌手の人が結構出てるんです。なので、バラエティ番組を見ることによって、今流行っている俳優さんとか歌手の人とか、例えばインフルエンサーとかも、知ることができるので、そういった芸能の面、そういう日本の文化を知るのにも役に立つんじゃないかなというふうに思います。で、バラエティ番組、さっきもちょっと言いましたけど、いろいろあります。めちゃめちゃたくさんあります。その中で今日は僕が好きな、僕がおすすめな番組を3つ選んでみたので、それも紹介させてください。まず1つ目は、水曜日のダウンタウンという番組です。この番組は、お笑いコンビのダウンタウンが司会を務めています。で、毎週水曜日、日本の時間の毎週水曜日に放送していて、様々な企画とか検証をする番組です。僕、検証番組大好きなので、この番組もちろん好きです。で、
いろんなテーマのことを検証するんです。例えば社会現象とか日常生活の中の疑問とか流行とか、すごい幅広い内容について扱うので、そういうのを見ながら楽しみながら日本語を学べるんです。僕が水曜日のダウンタウンで面白いなと思った説があって、これは豆10秒に1粒なら永遠に食べられる説っていうのがあって、豆って1粒小さいですよね。なので10秒に1粒だったらずっと食べられるんじゃないかっていうのを試す、検証する企画で、実際にこれお笑い芸人の人がやって、意外と2時間ぐらいでギブアップしちゃったんですよ。でもそれでも豆の数は800粒ぐらい食べて、すごい食べて、でもうそれ以上食べられなくなっちゃったんですね。僕はね、この検証が始まる前はもしかしたら10時間ぐらいいけるのかななんて思ったんですけど、意外とね2時間ぐらいで終わっちゃうっていう結果で、こういう面白い検証がたくさんあるので、すごいおすすめです。で、僕の2つ目のおすすめなんですけど、月曜から夜更かしという番組です。この番組の特徴は、街頭インタビューとか一般の人たちの面白いエピソードを紹介するコーナーです。街行く人にインタビューするので、自然な日本語を学べますし、それだけじゃなくてね、日本の文化とか日常生活のユニークな側面とかも知ることができるので、すごいいいと思います。それからもちろんね、この番組を放送するときには面白い人を厳選して編集してると思うんですけど、でもやっぱり番組を見ると日本にもいろんな人がいるんだなっていうのが知れるし、普段見れない日本人の一面っていうのもわかると思うので、そういうのを学ぶためにもすごいいい番組なんじゃないかなって思います。で、この番組は全体的にリラックスした雰囲気なので、すごい見やすいです。すごいおすすめです。で、最後3つ目におすすめの番組がトリビアの泉という番組です。残念ながらね、この番組は今放送終了しちゃったんですけど、もともとはね2000年代の、頭の方に放送されてました。で、もしかしたらネットで探したらまだ見られるかもしれないんですけど、今はもうやってないんですね。で、この番組はどんな内容かというと、様々なトリビア、ちょっとした雑学とか面白い事実を紹介することがテーマで、この番組では視聴者からメッセージをもらって、そのトリビアを検証して、実際その雑学とかトリビアが正しいかどうか判断するっていう番組です。なのですごいいろんな雑学とか、日本の文化についても学べるので、すごい面白いです。で、僕が個人的にこの番組で面白いなと思った検証が、野良猫がどのぐらい大きい魚を運べるかという検証です。なので野良猫がたくさんいるところに行って、魚を置いて、まずは小さい魚、小魚から始めて、最後はね、もう猫の体と同じぐらいの魚を用意して、それを運べるかどうかっていうのを検証してました。結構ね大きい魚も運んでたので、これはねびっくりしました。やっぱり僕は検証番組が好きなので、このトリビアの泉も大好きです。で、この番組ではね、特に日本の文化とか日常生活に関する、面白い事実とか雑学とかを知るにはいい機会になると思うので、皆さんもぜひ機会があったらね、見てみてください。もちろん今日紹介した3つ以外にもたくさん面白い番組があります。なのでまた今度ね、他の番組も紹介できたらなというふうに思います。はい。ということで今日は日本のバラエティ番組について話してみました。皆さんは今日紹介した3つの中でどれを見てみたいと思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。
それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っている Patreon のサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。